エモエモ。こんにちは、えもこです。今回はスマホで使える人気お絵かきアプリをまとめてレビューします。紹介するアプリはこちら。すべて無料で使えるので、スマホでお絵かきしてみたい人はぜひ参考にしてみてください。よかったら皆さんのお気に入りのアプリもコメントで教えてもらえると嬉しいです。それでは行ってみましょう。一つ目はイラストや漫画を描く人におすすめな IBIS Paint X です。絵を描く工程を動画として保存できる機能があって、気軽にイラストメイキングを SNS に投稿できます。ブラシや素材がたくさんあります。オレンジの鍵マークがついたブラシは動画広告を見たら無料で全種類のペンを使えるようになっています。ロックされたブラシは数が多いので無料で使いたい人には嬉しい。くぶれ補正があるので指でも線が綺麗に描けます。ブラシの右端をタップするといろいろと調整ができます。個人的には調整しなくても描きやすかったと思います。画面の右上にある素材の数もすごい。プレス素材もあって苦手な絵でも描けそうです。他には洋服に使う柄やトーン、背景、動物、アクセサリー、植物、食べ物などいろいろとあります。お気に入りや履歴の機能もあって使いやすそうです。漫画を描くための機能も揃っていて、塗って貼るスクリーントーン、小回りツール、文字入れツールなどがあります。レイヤーは枚数制限なしで使えるし、クリッピングや不透明度ロックもあります。塗りつぶしツールが良くてびっくりしました。隙間認識オンにすると隙間があっても綺麗に塗りつぶしできます。特に設定を変えたり調節することなく綺麗に塗りつぶせてびっくりしました。下塗りがすぐに終わります。絵のデータをいろいろなファイル形式で書き出せるのもすごいです。他のお絵かきアプリだと JPEG と PNG 以外は有料なことが多いです。YouTube で IBIS Paint 公式の動画がたくさんあるので、塗り方や使い方について困っていても解決できそうです。最近 Windows パソコン版もリリースされたので、クラウドで作品のデータを同期してスマホで描いたラフをパソコンで続けて描くこともできます。気になるところは一部のフィルターがプレミアム会員にならないと使えないところです。個人的に絵の仕上げにはトーンカーブをよく使うので困ります。それとお絵かき画面に広告があるので人によっては邪魔に感じるかもしれません。2つ目もイラストや漫画を描く人におすすめなアプリメディバンペイントです。アプリのホーム画面には広告がありますが、お絵描きする画面にはないので広々と描けます。キャンバスを閉じる時には短めの動画広告が出ます。ブラシの種類は少なく見えますが、ここから追加できます。どんなブラシかというとこんな感じです。グレーになっているブラシはログインが必要です。編集からブラシの調整ができて、横スワイプで手ブレ補正の調整もできます。素材も左上のプラスから素材ダウンロードして使うみたいです。ブラシと同じでグレーになっている素材はログインしないとダメです。素材はこんな感じです。漫画に使う背景やトーン、吹き出しなどの素材があります。小回りツールやテキストツールもあります。クラウド保存にしてパソコン、タブレット、スマホで作業可能です。パソコン版も無料で使えるので、スマホとパソコン両方で絵を描いてもお金がかからないのはすごいです。タイムラプス機能あり、キャンバス作成の時にオンオフできます。気になるところはフィルター機能がサブスクなことと、書き出し形式が JPEG と PNG のみなところです。スマホお絵描きアプリ3つ目はクリップスタジオペイント。プロも使っている本格的な機能が盛りだくさんのお絵描きソフトです。イラストや漫画に便利な機能や素材がたくさんあります。1日1時間無料で使えます。時間制限はありますが、広告がなくてフィルターや 3D、漫画、アニメなどの機能を制限なしで全部使うことができるのはすごい。書き出し形式も制限なく選べます。時間制限なしで使うにはプロ月額100円、EX
月額300円の課金が必要です。手ブレ補正で綺麗な線が描けます。筆圧感知なしのペンで描いているので G ペンなどで線を引くと一定の太さの線になります。なので描き始めと終わりを細くしたい場合には入り抜きペンを使います。デフォルトだと端の方だけしか細くならなかったのですが、入り抜きペンの設定を開いて入りと抜きを右に移動させると筆圧感知のペンで描いた風の線になりました。スマホ版のクリスタは iPad 版やパソコン版とほぼ同じ機能が使えるのですが、スマホの小さな画面だとせっかくの豊富な機能が使いにくいので、クリスタを使うならパソコン版か iPad 版が個人的におすすめです。スマホ版は使い方を調べても詳しい情報が少ないし、慣れるまでに時間がかかりそうです。次は落書きやお絵描き配信におすすめのピクシブスケッチです。無料で広告なし、簡単にお絵描き配信と視聴ができます。他の人が描いた絵を見たり交流したい人にもいいアプリだと思います。クリッピングや塗りつぶしなど最低限の機能が揃っているし、とてもシンプルで使いやすいので落書きや手字絵初心者さんにおすすめです。ペンの種類が少ないけどすごく描きやすいペンなので問題なく描けました。お絵描き画面から一覧に戻ろうとした時に途中経過を投稿という選択肢が出たり、気軽に投稿できるような工夫を感じられます。絵を描くだけならピクシブログインは必要ないけど、投稿するにはピクシブのログインが必要になります。漫画機能はありません。次のお絵描きアプリは加工用です。お絵描きチャットができるのが特徴です。お絵描きチャットは1キャンバス3人まで一緒に描けます。ライブ配信や閲覧もできます。その代わり絵を描く機能は少ないです。ペンの種類は少なくて調整できません。選択範囲はあるけど移動拡大縮小ができません。フィルターはありません。使えるレイヤーは10枚までで、レイヤーのクリッピング機能はありません。じっくりお絵描きで描いた絵はクリスタにアップロードできます。ラフをこのアプリで描いてクリスタで仕上げたりできます。広告は下にバナーがあります。友達とお絵描きチャットしたい人におすすめ。次は厚塗りやアナログ画材が好きな人におすすめのインフィニットペインターです。画面はシンプルで広告表示はありません。ブラシが多くて細かい調整やブラシの作成もできます。漫画を描くための機能はありませんが、左右対称に描く定規や選択範囲、移動、レイヤーのクリッピング機能があります。パターン作成もできます。ピング、JPEG、PSD 書き出しができます。レイヤー4枚目から課金になります。厚塗りやアナログ好きな人におすすめです。以前インフィニットペインター iPad 版の紹介動画を作ったので、気になる人は見てみてください。個人的に気に入っているアプリです。次のお絵描きアプリは一つのキャンバスにたくさん描きたい人におすすめのコンセプトです。無限キャンバスなのでアイデアを描き殴ったり、1枚にたくさんスケッチをしたりクロッキーするのに最適です。色を選ぶところをタップするとパッドコピックのカラーホイールが表示されます。広告表示はありません。課金は月額年額買い切りもあります。無料だとレイヤーは5枚まで、書き出しは JPEG のみです。メモやスケッチに使うならレイヤー5枚と JPEG でも十分使えると思います。ということで今回はスマホ用のお絵描きアプリをレビューしてみました。以前 iPad 用のお絵描きアプリをまとめた動画も作ったので、気になる人はそちらも見てみてください。今回紹介したアプリは全て無料で体験できるので、 iPad やパソコンを持っていないけどデジタルでお絵描きしてみたいという人はぜひスマホを使ってお絵描きを楽しんでみてください。この動画で使用したアプリやスタイラスペンのリンクは動画の説明欄に書いておきます。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。